お元気ですか？スタジオ羽根です。本日は添削動画です。提供いただいたのはこのクスノキの絵、水彩とペンで描かれてます。こちらの方をどのように改善していったらいいのかなというところでご質問いただきました。では、まず一個一個見ていただきましょう。ペンの方で、アウトライン作っていって、そしてペンの方で遮光の影ですね。こちらから光が当たっているというところを表しました。そうですね。色の方は、ざっくり、サクサクと塗ったというところで、クスノキ。こちらの方をですね、クスノキらしく見せるにはというところですね。はい。地面あります。クスノキ生えます。見えるところ、作っていって、木を全体的に描いていきますね。枝とかも意識します。こんな感じかな。ここに2つ分かれてるのかな。で、もくもくもくとなってますね。こちらの方、もくもくもく、もく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 、もくもく。その時に塊を作っていきたいと思います。ここに塊感じますから、ここ塊。で、ここ塊。で、これ奥ですね。で、上の塊。みたいなところを作ります。光はこっちから当たってるっていうところですね。で、まずペンの方で、ペンで描く際に、この光の当たっている方向、そしてこの大きな塊を意識しながら、細い線で少しずつ作っていきますね。重なり合っているところは、どちらの方がポコポコと出ているのかを意識しながら、ポコポコポコ。ここももう一段階重なっていったら、ポコポコポコ。で、ここにも重なりがありましたら、ポコポコポコ。で、それが大小、小さいのもあれば、大きい塊もあればになれば、それはリアリティにつながってくると思いますので、こういう感じで光の当たっているところですね。ここら辺にもう少し、ポコッと出っ張りがあれば、そういうところを足していってみてください。ポコポコと。で、今度、光の当たっていないところですね。ここを、トントン、トントントン、トン、塊ですね。塊としてトントン、トントン。ここら辺も一つの塊ここに存在させてますから、そこの影になるところ。で、木が見えているところとかはもう、その直接、枝が見えているところですね。描いておくと、そこには葉っぱが生えてないのかなと思わすことができますので、ここら辺が影になってるわけですね。で、木が見えているところ、ここら辺ですね。木の枝もしっかり影のところ太く入れてみましょうか。地面に落ちているところ、地面も草が生えてたら、こうトン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 と細い方向に、光の当たっている方向に細い線で入れていきましょう。トントントン。ここら辺大きな塊があるんですね。トン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 。このアウトラインがギザギザギザとなってくれていれば、葉っぱがあるんだなと思っていただけれるので。枝ですね。枝の見えているところ。光が当たっているので、こちらの絵で遮光線使ってありますので、その遮光線も入れていきましょうか。光の方向に遮光線。それもこうロングで入れているところは見えづらいところという認識になりますので、長いところもあれば短くショートで入れるところもあればで、こんな感じでいかがでしょうか。これに着彩をほどほどに入れていったらそれらしく見えるのかなと思います。こちらの方が線が8に対して色が2割で表現するというところで、下の方に線を3割、色を7割で表現していきたいなと思います。レモンイエローとコンポーズブルーですね。
下はウルトラマリンとパーマネントイエローで塗っていきます。続いてですね、ヒマラヤ杉ですね。ヒマラヤ杉の方、どのように描いていこうかっていうところで、ペンで描かれました。こちらの方は、アウトライン、クックックック、クックックと大きな塊作られて、それに細かい葉っぱを後で足したような感じですね。ヒマラヤ杉。で、少し、針葉樹林と広葉樹林の差みたいなところで、ちょっと書かせていただきますと、もく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 と横にちょっと広がっていく感じのもくもくもくというところに太い木がちょーんとあれば、広葉樹林の方に見えてきます。針葉樹林の方は、三角形を作って木をゆっくり、長く据えていってあげる。それにギザ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 とすると針葉樹林に見えてきますね。この差みたいなところでヒマラヤ杉の方をもう少し縦に伸ばしてあげるような感じで、考えていけばいかがでしょうか。同じく光の当たるところと光の当たらないところを作っていきましょう。三角形、三角形、三角形、三角形。ギューンと伸ばしてあげましょう。で、光当たるのこっちにしましょうか。よいしょ。少し真上からぐらいにしましょう。同じく光の当たってないところですね。しっかりと、しっかりと、しっかりと、あっちゃこっちゃに上がっていくのもあれば、影のところですね。しっかり作っていきますよ。よいしょ。よいしょ。ギザギザはね、作っていただいてたのかなと思います。それをですね、しっかりと、同じく、光の当たってるところと当たっていないところで作っている感じですね。よいしょ。トントントン。トン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 。この三角形の重なっている下のところにですね、しっかりと影が入ってくればいいのかなと思いますので、トン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 としている3段です。で、こっち側ですね。こっち側もあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしてますから、影のところも当然ありますね。木に落ちている影しっかりと落としてあげて、細いところ、光当たってるところ細くいきましょうね。トントントンとしながら、葉っぱが一本一本木の枝にくっついてる感じ、ニュアンス出していきましょう。ふわふわ、ふわふわふわ。あとは密度をどれだけ上げていくか。光と影の量ですね。はい。調節する感じです。下の方の線を崩して色依存にする場合、影のところに踊り線でギザギザギザと入れていきますね。こんな感じに入れてみました。緑が濃いですから、しっかり入れてあげて、こっちの方も緑が濃いですから、しっかりアウトライン作ってってあげて。はい、こんな感じで。色7割で線3割、しかも線は遊び線いっぱい入れたらこんな感じです。きっと、少し崩した感じでペンを入れようかなとされていたように思いましたので、そのようにいたしてみました。上の方は、かなり線依存に、
やっていってますけれども、線がどのように踊っていくかみたいなところで、木、まっすぐ、影、葉っぱ、あちこち、あちこちと書き記したパターンです。はい。で、その横に竹が書いてありますね。竹の方、続いて行っていきましょうか。竹、多分、たくさん、1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本といっぱいあって下が茂みになってて、そして、もり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 とある感じですね。はい。ポイントとなるのはやはりここの部分だと思います。スッスッスッと線を入れたところ、ここをどういう風に線で表現していくかっていうところですね。うっそうと茂るところから、シュンシュンシュン、まっすぐに基本生えてるんだけど、裏切って斜めの子もいれば、みたいな感じの竹林ですね。で、竹林一本一本意識して、この一本一本書いたら、やはりこの一本が一番手前であれば、その手前に対してどのように葉っぱたちがついているのか。それ次にこれが手前であれば、これがどのように葉っぱがついているのか。みたいなところをワンブロックずつ意識しながら書いていったらいいのかなと思います。そして、おそらくここの奥に抜け空間みたいなのがあると思うので、光が当たっているところですね。もしくは遠くの風景。で、竹一本一本のところが描画できたらなと思います。暗いと明るいをしっかり使って線依存で、手前の一本しっかり作っていきましょう。この一本も見えてる。これもう一本。もう一本斜め。囲っていきます。点点点点。光の当たっているところとそうでないところをしっかり作っていきます。手前をしっかりどのような草があるのか、一本一本、違う変化があれば、その変化に応じて描いていきますね。重なりですね。こっちにもう一つ茂みがあったり。重なりを作っていく感じです。竹は一本一本。例えばここでしたら、こんな感じでギザギザギザとちょっと下に下がっていってますから、その印象を部分部分で構わないので、入れておく必要がありますね。落ちていくような感じ。落ちていくような感じ。落ちていくような感じですね。この時にどっちが自分側に手前に来てるのか理解しながら書いておく方がいいと思います。針葉樹林と同じにならないように塊で笹の葉を塊で書くような気持ちで書いてます。これとこれの境界線みたいなところを例えばこうなっていたらそれ以外のところをですね、このように影とかでねトン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 と入れておくとわかりやすくなりますね。トン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 。大きな影は遮光のね線をギャーッと入れておくといいのかなと思います。これはどれぐらいまで書き込むかになってくると思うので、ちょっと手入れれば入れるだけそれらしくは見えるかなと思います。で、下の方ですね。こっちは線ちょっとだけ。線3、色7あたりで、色で見せていったらいいのかなと思います。線こっちもちょっと崩してみましょうか。手前囲み殺し。囲んでいってしまいましょう。ギッツァギッツァ。太い線です。これの奥に何が行われているのか。節のあるものがずーんと長く立ってますので、めちゃめちゃ長いのも書いておきます。で、葉っぱがあります。葉っぱもディフォルメでいいと思います。部分部分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 。
はい。これぐらいで説明終わりましょうか。はい。下の方は、これに対して色依存になってきますので、影のところですね、しっかりと、色で、合わせていこうかなと思います。この深い、なんか竹やぶのような色を作っていってますね。重なり合ってるところ暗く。こっちの上の方は単色でいいかなと思います。はい、こんな感じですかね。表現方法は様々あると思います。これも一例に過ぎません。今回は、クスノキ。こういった形で書かれているのを、光の当たるところと光の、当たらないところに線の強弱、太い細いなど、点の入れ方とか、作りながら、そして下の方はもうそのアウトラインをもう色で表して色依存にさせていただいて影のところとかポイントになる枝だけ、線入れたパターンです。こちらの方はヒマラヤ杉ですね。ヒマラヤ杉上に伸びている針葉樹林の方になってきますので、それを同じく光当たるところ当たらないところ整理させていただいて、下の方はそれらのアウトライン、やはり色に任せてというところです。線は踊らしました。キュン、ツンツンドンっていう感じですね。で、こっちの方は竹の方ですね。竹の方も難しい、ややこしいで、ついつい囲みがちになられているように思いましたので、囲みがちではなくって、その葉っぱ特有なところをうまく書き記しながら、明暗対比しっかり作ることによって、ややこしいものの表現できると思うんですね。ややこしいからこそ何かで、ちゃんと反応させてあげた方がいいですね。下の方は、線をシュンシュンシュン長いものです。そして、葉っぱもギュン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 ってなってます。あとは特有の色。ちょっと私の方では、くすんだような、深い竹やぶの色入れさせていただいて、そういう雰囲気を作りました。色依存で見せて伝えるというところです。こんな感じですね。はい。書き分け、皆様のお役に立てばと思い動画撮影いたしました。もしよかったらですね、試してみてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。絵を描くのが好きだけど、近くに教室がない、さらなる学びを生活に取り入れたい方は、メンバーシップ羽サンガがおすすめです。月の第1週目に行う、みんなで面白チャレンジでは、私に描いてほしい絵にならないような無茶な写真を募集し、ライブで挑戦いたします。第2、第3週は人物、風景のデモンストレーション動画。こちらの方、奈良にある羽絵画教室の特別授業をライブ配信しております。第4週には、羽さんが雑談&作品合評会を行い、書かれた作品を合評いたします。皆様のアートライフにぜひご活用ください。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。しっぽ、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 はた